今回は前回投稿した上記の動画の解説版を作りましたので、今後の育成の参考にしてください。まず因子はスピード18とシナリオ因子を複数積み、サポカ編成は上記のように賢さサポカ以外を使用しています。育成開始1ターン目は絆が最も上がる練習を踏みますが、間違いで賢さ練習を踏んでしまいました。2ターン目はお休み、お出かけ、賢さ練習のうちどれかを行いますが、基本的に賢さに1人以上いるなら賢さ練習、いなければお休みかお出かけを踏みましょう。現在はいつも通りシックの湯を選択します。デビュー戦までは上記のことを気をつけながら立ち回っていきます。本場に3人集まっているので踏みます。残り体力が65以下になったので入浴券を使います。超回復が早くも来ましたが、次ターンは使えないので2ターン後に問答無用で使います。超回復の発動条件は合計消費体力50ごとで発生率が変わり、多くなれば発生率も高くなり、合計消費体力300で必ず超回復が発生します。そのため超回復が発生するまでは消費体力が多い賢さ以外の練習を踏んでいきます。ただすでに超回復が発動している場面は消費体力が少ない賢さ練習を踏んでも構いません。運よくお出かけ可能イベントが発生し、2ターン前に賢さを踏んでいたので、このターンはお出かけを踏んで超回復を発動させます。現戦はクラシック期2月前半に目標レースがあるので明晰の家を選択します。消費体力が少ない賢さを踏みましたが、デビュー戦後にお出かけを踏む予定なので問題ありません。このターンでお出かけを踏む予定でしたが、賢さ練習が強いので賢さを優先します。今度こそお出かけを踏みます。3回目のお出かけはクラシック期夏合宿以降に踏むので、次回の超回復が発動するまではできるだけ賢さ練習を踏まず、既存する入浴券と現在掘削している源泉で得られる入浴券で体力をやりくりします。消費体力が多い根性を踏みます。賢さ以外の練習が弱すぎるので仕方なく賢さを踏みますが、この時に入浴券を使った理由としては、2ターン後に源泉掘削により2枚の入浴券が手に入るので、2ターン以内に使わないと1枚入浴券が溢れるからです。加減はちょっと体力がないので入浴券を使います。ちょっと集中。運よく賢さ練習を踏んで超回復が来ました。これで消費体力がリセットされたので、ゼロから消費体力を貯めていきます。加減は
加減はなし。よスペちゃんは PR 活動を踏んでも2月前半に掘削できるので PR 活動を踏んで入浴券を増やしておきます。頑張ります。現線は忘却もしくは春戦を選ばないと掘削ローテが狂うので気をつけてください。現線が掘削できる6月前半まであと8ターンあり、入浴券が3枚の計6ターン分確保できるので、このターンのように体力があり練習が微妙な場合は入浴券を使わず温存しておきます。今日は走りた。体力がないので入浴券を使います。加減は体力がないので入浴券を使います。どこまで行く。体つい頑張ります。掘削まで残り21なので練習の他に安田記念に出走しても構いません。現線は天章のふるいを選択します。このターンは次ターンに入浴券が2枚手に入るので入浴券を使います。加減は夏合宿は基本的にステータスが最も上がる練習を踏みますが、失敗率が高い場合は賢さ練習やレースでターンをしのぐことがあります。レースちょっとやろう。どこまで行く。レナーさ超回復が発動しており体力も少ないので普通は賢さ練習を踏むのがおすすめですが、賢さ練習は誰もおらずスピード練習が魅力的でしたのでスピードを踏みました。この根性練習は強いですね。時ターンレースがあるのに入浴券がないので3回目のお出かけで入浴券を入手しておきます。どこまで行きたい。このターンは4回目のお出かけを行うのが安全策ですが、残り体力的にもう一度自力で超回復を発動できると判断したので練習を踏みます。賢さはあまり踏みたくありませんでしたが体力が微妙で他に強い練習がなく上げにくいステータスということもあり賢さ練習を踏みました。集中集中。
現船は現像のフル茹でないとシニア期9月前半に掘り終える可能性が高いので幻想を選びます。入浴券に限りがあるので超回復が来るまでは失敗率がある。練習が強い時以外は入浴券を使わず練習を踏んでいきます。源泉は人お湯駒を選択し、この源泉は4月後半までに掘り終えるようにします。加減はなしよ。超回復が発動できるようになったのでズターンで使います。4回目のお出かけで超回復を発動可能にしておきます。このターンから超回復発動に向け消費体力を増やしていきます。シューズちょっと付き合えよ。スタミナが低いのでスタミナ練習を踏みます。ちょっと付き合えよ。4月後半で源泉を掘り切る予定なので問答無用で入浴券を使います。この超回復は早すぎですね。幻想の古湯の続きを掘っていきます。このターン以降2ターンごとに欠かすことなく入浴券を使っていき、現在のステータスと相談しながら練習を踏んでいきます。今のところスピードとスタミナが微妙なラインなのですでにステータスが高い根性よりも優先的に踏んでいきます。超回復も7月後半までにもう一度発動できるように賢さ練習は極力踏まないようにします。消費体力150で超回復が来てくれました。少し重い。スタミナを踏みたいのですがパワーの方が強いのでパワー練習を踏みます。スピード練習を踏みます。さすがに2ターンでは超回復が来なかったので最後の入浴券を使います。もしこの2ターンのうちに超回復が来ても9月前半は5回目のお出かけを踏む場面なので気にせずお出かけを踏んでください。ちょっと付き合えよ。レースに加減はなし。これな。 5回目のお出かけを踏みます。源泉は伝説の人を選びます。このターン以降育成終了まで温泉効果を途切れさせないように入浴券を2ターンごとに使います。パワーは何もしなくてもカンストまで行くのでスタミナ練習を踏みます。以降 URA ファイナルまでステータスを確認しながら賢さ以外をカンストできるように立ち回ります。どこまで走りたくて走りたくて。スピードかスタミナで悩みましたがスキルポイントの量でスピード練習を踏むことにしました。
現戦は幻想の続きを選択します。スタミナを踏みたいのですが、スキルポイント的にスピードを優先しました。スピード、パワーはカンストしているので、スタミナを優先的に踏んでいきます。根性練習を踏みたかったのですが、友情練習が発生していないので、スキルポイント的にスピード練習を踏みました。最後の入浴券は練習には影響しないものの、スキルポイント100とスキルがもらえる場合があるので、必ず使ってください。スキルを取得する際は主に上記のことを意識します。これで解説動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。私トレーナーさんの誇りになれましたか？